昨日さ、2日ぐらいちょっとお家開けてて、帰ってきたわけですよ、夜。そしたら部屋の温度37度。びっくりしちゃった。めちゃ暑くて、急いで換気一旦してエアコンを回したんですけど、もう全然涼しくならなくて、ある程度涼しくしてベッド行ったんですけど、それでも暑くてびっくりしちゃった。今日ってもう22日。早いな。しっかり岸田政権支えていきたいというふうに。メイクできました。ヘアセットは後でやろうと思います。なんか寝不足のせいかむくんでるな。動物愛護センターに行くぞ。でも名古屋市は犬の殺処分はゼロを継続してるらしくて、猫ちゃんはまだちょっと殺処分されている現状ということなんですよね。とりあえず私の目標は愛知県が殺処分ゼロになってほしい。大きいこうやって偉そうに言ってますけど、私は動物アレルギーですし、正直難易度がめちゃめちゃ高いんですよね。なんでいろいろ考えるところはあるんですけど、とりあえず前向きに殺処分される映像ももう見ましたし、 YouTube で見れるんで見てほしいんですけど、本当に残虐だなって思うし、都合悪くなったら捨てるとか、それは違うんじゃないのって思うんですよね。殺処分される映像もだし、された後の映像もだし、めちゃめちゃ心が痛くなって、こんなことが現実に行われてるんだなと思ったら、本当にどうにかしたいと思ったんですね。私はずっと他人事、それで涙を流してかわいそうだなで終わってた人間だったんですね。でもそれって違うなと思って、思い立ったらすぐ行動ということで、泣こうがわめこうが何も現状は変わらないんで、とりあえず行動しまくり、一匹でも多くの命を救って喜びの涙に変えたいと思います。はい、名言です。これも喜びの涙に変えます。ありがとうございます。ネガティブじゃなくポジティブにいきたいと思います。到着しました。間違えて公園の駐車場に入っちゃいました、さっきよし、アポ取ってね、対応してくださるそうなんで行ってきます。
超いい天気。ちょっと場所がわかんない。めっちゃいい天気。愛護センターの駐車場は分かったけど、愛護センターこっちか。分からない。夏満喫してるわ。ママもすぐ。帰ってきました。でね、こうやって動物取扱業の書類をいろいろともらってきました。いろいろ質問もして、公に出てない部分とかもいろいろ聞いたんですけど、愛知県の名古屋市で動物取扱業の実務経験を積む場合ですね、ちょっと簡単に紹介しようと思います。そうぼやけた。実務経験に関することは管轄で違うので、おのおのね確認していただきたいんですけど、愛知県名古屋市の場合は正社員だったら半年、アルバイトだったら1年の実務経験が必要となります。アルバイトなんですけど1年間、結構他の動画で見てたのは常勤でっていうワードがすごい出てたんですね。アルバイトでも常勤でフルタイム週5、またはその働いてる先のお店が登録の申請を出す際に常勤で働いてましたよって言ってくれれば多分週3とかでもいいと思うんですけど、そういう縛りがあるよっていうことを他の YouTube の動画とかで見てたんですけど、そういったのが一切名古屋市はなくて、勤務時間もそうだし勤務日数も縛りがありませんでした。だから本当に在籍1年してれば OK ということでした。これを1年間、在籍1年間なんで、本当極端に言えば最低週1回の出勤でそれを1年間続ければ実務経験とみなされるようです。私的には結構ありがたいなと思ってて、まだちょっと正社員するかアルバイトにするか決めてないんですけど、やっぱいろんな経験をちょっと積みたいなと思ったんで、そしたらねアルバイトで掛け持ちとかで1年でもいいなと思うし、ちょっと安心しました。でもう一個朗報なのが、名古屋市の場合は取扱業で、実務経験プラス資格を取ってようやく取扱業が取れると思うんですけども、その、資格の取得した後の会員っていうのはやめても OK だよって言ってました。会員になると毎年会費を払って2年とか3年に1回なんか更新をするんですよね。会員の更新、そうするとカードが送られてくるんですよでそういうのをやめても取扱業剥奪とかならないですかって聞いたら、名古屋市は資格をまず取得しましたよっていうところを見ているとおっしゃってて、その取得した後の維持継続とか新しい知識を入れて更新をしていくっていう、そういう後のところは見てなくて、試験に受かってますっていう最初のファーストステップのその勉強して取得しましたよが一番大きいみたいで、なのでその後の会員とかは別にやめても全然いいよっておっしゃってました。はい、
皆さんが知りたいのはそのぐらいかなよっぽどあとボランティアでもいいって言ってました。ボランティアもアルバイトと同じ感じで1年間やるっていう形ですね。でボランティアも多分そのいつからいつまでの期間やってましたよってそのボランティア先の人が言ってくれないとダメになっちゃうんで、よっぽどねここからここまでの期間週3ぐらいで出てくれましたって言えばその期間はOK になるっていうことだったので、ボランティアもありです。はい。結構名古屋市は緩い方だなって思いましたね。最初は本当に何十時間働かないといけないとかも YouTube で見てたんで、どうしようと思ってたんですけど、名古屋市は結構緩かったんで、その辺自分に合う職場を探すのが結構大変で、その面でもしかしたらアルバイトにしないといけないとかボランティアにしないといけないっていうのがあったので、この辺はすごく嬉しいですね。はい、あとはねそんな感じで、もっとなんか知りたいって方はぜひ DM やらコメントやらいただければ、結構ね質問して答えてもらってるんで、聞きたいですっていうのがあれば。で私がお伝えするのも100% 正しいわけじゃないので、もしかしたら相手の方の言ってることと私が受け止めた言葉がもしかしたらちょっとずれてるかもしれないっていうのがあるんで、一応ね 100% 私が言ったことを信じるのではなくて、ちょっと最終確認はやっぱりご自身で直接聞いていただいた方がいいかと思います。で担当してくださる方によっても言うことが違うみたいなんで、私が今日担当してくださった方はそうやってねおっしゃってくれてたんですけど、もしかしたら他の担当してくれる方は違うかもしれないので、私がさっきお伝えしたことは 100% ではないっていうことを頭の片隅に置いていただきたいなと思います。でこの後はちょっとねここら辺をゆっくり見たり、どんな仕事があるかなって求人見たり、ボランティア活動できるとこあるかなって調べたりしたいと思います。以前から集めてたね不要のタオルも、募金させていただきました。以前ね募金というか自分で個人的に商品売ったものの何%かを保護犬に寄付しますって、物品とかにして寄付しますって言ってて、それをちょっと聞いたんですね。ドッグフードとかキャットフードとかもらって使いますかっていう。そしたら本当に気を使わないでくださいというお声が返ってきましたね。ドッグフードとかもやっぱり老犬でもう本当もうこの体のこの部分が悪いからすごく胃に優しいその内臓に特化したドッグフードとか、本当このワンちゃんにはこのドッグフード、このワンちゃんにはこのドッグフードっていう感じでもう決まってるらしくて、なのでこちらがねどうぞって健全な子が食べるドッグフードとかをあげたとしても食べられないとおっしゃってました。で一応もらって使えないものは他のね保護施設の方とかにお譲りするっていう話を聞いたんですけど、一応ドッグフードとかは今のところ多分使えないっていうような感じでしたね。いや絶対いらないとかはおっしゃってなかったんですけど、いただいてもっていう形でおっしゃっていました。で実際に名古屋市は今、表にはワンちゃんは出てないみたいなんですけど、裏の方には10匹20匹ぐらいいるとおっしゃってました。まだ譲渡できないような起伏の激しい子や前足がない子とかそういった子がいるそうです。なので
タオルに関してもすごいなんか「ああいいですいいです」ってすごく謙虚で、もしかしたらいらないのかなって思うぐらい「ああそんなみたいな感じでしたね。もしかしたらすごい皆さんが寄付してくださってて処理できないぐらい有り余ってるのかもしれないですね。嬉しいですよね。なんでまだまだタオルに関してはいっぱいあるので、他の必要としてる保護施設に寄付していきたいなと思います。今はそんな感じですかね。今日本当に行けてよかったです。こっからね、私がいろいろこの先どうするか決める時が来ます。そうですね。で、なんでこんなね話をしてるかっていうとですね、私保護犬を救う活動をしたいと思っております。はい、急にそうこの無職の間にそういう風な形を決めて、アレルギー検査もしてがっつり動物アレルギーって判明されていや、それでもねチャレンジしようと思って、今日愛護センターで話を聞いてきたという感じでございます。救える命から救っていけたらなと思っております。なかなかダラダラ話してしまったんですけども、ぜひこれから私を応援してくれる方がいるのであれば本当にコメントだけでも嬉しいんでぜひメッセージください今本当に一人でやるぞって決めてスタート地点に立ったところなんで、ぜひ温かく見守っていただければと思います。そんなこんなでね、あっという間に一日が終わっちゃった。疲れたんだ。本当に疲れちゃったよ。結構本当一大イベントだったんで疲れちゃいました。さっきおやつ食べたんでね、って感じもあって、ちょっと休憩しようと思います。じゃあねー。